どうもこんにちは。ロックンクローラーズです。今週も週刊 RC クローラーの時間がやってまいりました。まずね、今週の一発目はこれからいきます。エレメントエンデューロのズール登場ってことでですね、エレメント RC から新しいマシンが登場しました。ズール、これかっこいいですね。僕は好きですね、これ。いきなりの登場で結構驚いたんですけれども、こんなねシーンボディを搭載したエレメントエンデューロなんですけれども、シャーシとかねその辺の部分は、今までね発売されていたエクトエレメントエンデューロエクト、これの、ボディ違いという認識でいいんじゃないでしょうか。ホイールベースはね 325mm、ロングホイールベースですね。そしてリアのここねトレーリングアーム式のサスペンションがついています。ゲートキーパーとかもこのタイプですね。これですね、トレーリングアーム。これがついてホイールベースが長いタイプっていうのは今のところゲートキーパーとエクト、この2車種ですね。でロングホイールベースだけですとナイトランナーもそうなんですが、ナイトランナーはトレーリングアーム式ではありません。そしてですね、タイヤなんですけれども、エクトの場合はね、1.9 インチの 4.65 インチっていう直径のタイヤ、だいたい120ミリ弱、118ミリとかそのぐらいのタイヤがついていて、いわゆるね、ハードクローリング向けの、タイヤだったんですけれども、タイヤというかその大きさ的にね、でこっちは 4.19 インチってことでですね、ちょっとちっちゃくなってますね。スケール系を意識してはいるんですけれども、このねズールのボディね、オリジナルボディですよね。なんかランクルとか、ラングラーとかなんかその辺を混ぜ合わせたようなね、バンキッシュとかでも最近出ましたけれどもね、なんかそういうモデファイ系のボディ、モデファイって言わないのかな、オリジナルインスパイア系ボディですね。すごくね幅が狭くて、このフェンダーの部分にねタイヤがなるべく干渉しないような設計になっていますね。リアに関してはねこれ全くねフェンダー当たらないですよね。ボディ干渉ほぼほぼしないボディなので、登坂時とかね、ハードクローリングの時にも、非常に有効なボディだと思います。そしてねこんなアクセサリーパーツもついていますね。こういうのが、つくのは初めてな気がします。このライトバーね、エレメントの中では。でこんなねサイドウィンカーもこうやってついていますよね。この辺なんか FJ40 っぽい印象ですね。そしてねこんなウィンチ、ダミーウィンチですけれども、こんなアクセサリーパーツまでついていて登場ということでですね、エレメントもですね、ボディの作りは極力ねシンプルにして、重量軽くして走破性をアップするっていうコンセプトだと僕は認識しているんですけれども、最近のエレメントはね少しこういうやっぱアクセサリー系とかをちゃんとですね作り込んできてですね、いい感じにね、コンセプトのシフトが行われているような気がします。これとか見るとねやっぱこれめちゃくちゃ走りそうですよね。エンデューロシャーシは本当に僕思うに現行のねアメリカ系の既製品のシャーシの中ではエレメントエンデューロ一番走るシャーシなので、それにねこういったボディが搭載されてですね、非常に期待できるマシンなんじゃないでしょうかという話でした。ちなみにですがエレメントの日本正規代理店というのはチーム AJ さんってところがやっています。日本に正規品もですね入ってきておりまして、技適付きのプロポがもちろん付属しています。保証とかね、スペアパーツそういうものもちゃんと取り扱いがあるのでね、エレメント買うならやっぱ日本の正規品買うのが安心なんじゃないでしょうかと思います。そして続いてはですね、トラクションホビーから、これも実はですね1年ほど前にリリースされている、マシン、24分の1スケールのですねタンク300ですね。これが、日本の正規品として技適付きプロポで、発売が、開始されました。タンク300、これ以前ね僕のブログでも紹介したことがあるんですけれども、実は10分の1じゃない8分の1だ8分の1スケールのトラクションホビーのタンク300っていうのはもうすでに2年ぐらい前かな発売されています。タンク300って聞き慣れない方多いと思うんですけれども、実はこれ中国のね自動車メーカーウェイっていうのかな、こちらの、実車ですね。タンク300っていう車種があります。そういうね、実車があります。ちゃんとね。
それを、忠実に再現したライセンスボディの、モデルですね。なんか現代的な SUV というよりも、オフローダーって感じですよね。ちゃんとね、オフロード走行を楽しむための、トラック、実車って感じがしてですね。ここのね、バッジが、これ別のメーカーのバッジついてたら何の違和感もない、デザイン。シンプルなね、よくあるタイプのデザインですけれども、僕は好きな、スタイルですね。それのですね、24分の1スケールってことで、出ましたタンク300。これがね、なんとですね、この大きさのボディでありながら、窓が全部開くと、ボンネットも開くし、リアゲートも開くと、これはなかなかですね、インテリアも初めからこうやってね、作り込まれている。スモールスケールのラジコンって、そういうところ結構省略されてること多いんですけれども、この製品はですね、やっぱスケール感、スケールリアリティっていうものをやっぱり意識したコンセプトなんじゃないでしょうか。LED とかもね、初めからついています。24分の1スケールってことでですね、大きさ的にはですね、そこまで大きくないです。TRX4M とかね、その辺と考えると、これ全長220ミリなので、ちっちゃいですね、TRX4M よりは。ただ SCX24 よりは、車種によってですけれども、ちょっと大きい。ただ、基本的には SCX24 の大きさだと思った方がいいですね。そしてね、シャーシの部分なんですけれども、これ、よくあるですね、スケール系の、FMS とかそうなんですけれども、スケールよく作られているけれども、シャーシの部分の作り、もうちょっとね、走りに特化してくれるといいなって僕はいつも思うんですけれども、この製品に関してはアキシャルとかね、トラクサスとかその辺の、シャーシの作りとね、同じ立ち位置で、しっかりですね、いろいろ考えられた装備になっていると思います。基本的に全てね、フロント荷重になってますよね。モーターとかミッションはセンターですけれども、このリアの方にはもう何もない。そしてバッテリーもフロントですし、メカ、それから受信機とかね、その辺も全部フロントでですね、前荷重になってますね。この辺いいんじゃないでしょうかね。そしてね、こういうリンクとかこの辺もね、プラスチックパーツではない、樹脂パーツではなくて、こういうスチール製のパーツ、アルミかな、作られています。サスペンションもね、結構いいサスペンションじゃないでしょうか。この辺やっぱね、省略されがちなパーツなんですけれどもね、価格を抑えるために。ということでですね、なかなか良さそうな製品ですごく気になります。OBL ホビーでね、取り扱いをしていますので、チェックしてみてください。そしてね、次はサーボの話ですね。この金ピカサーボですね。リーフス RC。これ、リーフスってね、有名なアメリカのね、サーボメーカーですよね。主にですね、競技車両とかその辺でよく採用されるメーカーで、憧れのメーカーの一つですよね。そこが出したですね、サーボ。これ、金ピカなんですけれども、実はこれ、ブラスエディションって書いてある通りにですね、実は真鍮製なんですよね。このケースがね。真鍮製の、サーボっていうのはですね、僕が知る限りね、他にないですね。あるのかもしれないんですけれども、このクローラー向けのこの大手メーカーがね、出してきた、大手というか、有名な、メーカーが出してきた、サーボとしてはね、真鍮製っていうのはこれが僕は初めてだと思います。ロー500って書いてありますね。トルクはね、40キロですね。8.4 ボルト。ということで40キロあればね、これもう十分ですよね、本当にね。しかも 8.4 ボルトまで対応ってことでいいんじゃないでしょうか。価格はね、日本円で27,000円高いですね。ただ双葉のね、高級サーボとかもね、は実質実売で2万円前後で買えるんで、こっちの方がやっぱ高いですけれども、これ真鍮製ってことでですね、なんと、重量がですね、145g あるんですね。145g ですよ、これ。普通のサーボってね、多分半分以下だと思いますね。重量。アルミのね、サーボとかありますよね。それで半分ぐらい。でプラサーボとか、プラスチック製のケースのサーボとかだともっと軽いと思います。
なのでね、これはね、アクスルオンマウントね、アクスルにサーボを装着するタイプのマシンとかに、つけるとめちゃくちゃね、重心低くできてパワーツールになるんじゃないでしょうか。非常に気になります。いや、なんか今回はね、ネタが少ないので、一個一個にね、いろんな話をしてしまって、結局長くなっちゃうかな。すいませんね。ということでね、次はね、スカニアですね。トラックのスカニア。これね、クローラーではないんですけれども、一応スケール系の、トラックってことでね、ちょっと僕も、気になった製品なので紹介しました。オーランドゥハンターってね、有名なこれね、ラジコンメーカー、知ってますかね、皆さんね。32分の1スケールとか、36分の1スケールとか、そういったですね、35分の1スケールっていうね、ラジコンのキットですね。もうベリースモールのマイクロ RC カーをリリースするメーカーなんですね。オーランドゥハンター。オーランドハンターかと思ってたらオーランドゥって言ってますね、海外の方はね。こんなものがですね、いっぱいあるんですよ。こういうね、バウンサーみたいなのも実はあるんですけれども、これなんと全長 122mm なんですよね。めちゃくちゃちっちゃいです。これ作るのはめちゃくちゃ大変だと思うんですけれども、人気がね、結構ありますよね。本当にマイクロ、もう手のひらサイズですからね。そこが今度ですね、このスカニアのね、R650 っていうですね、トラックですね。これを出してきました。で、キットなんですよね。ということでね、こういうキットです。もう、これはですね、僕組めないですね、これ多分。で、手の大きさがこれで、出来上がった時はこれですからね。で、公式ページにですね、書いてあるのはですね、オーランドゥハンターによる最も部品数が多く、組み立てが最も困難なモデルですと。もうメーカーがですね、最も困難って言っちゃってるんですよね。これはですね、ちょっとね、なかなか敷居が高い製品ではあるんですが、作られるとですね、こんな感じになっていいですよね。全長 210mm ってことでですね、SCX24 ぐらいな感じですよね。大きさ的にはね。それ考えたらできなかないのかなと思うんですが、パーツ一個一個はね、これちっちゃいですよね。やっぱ元がこれでっかいやつが、32分の1スケールになってるんでね。この辺のね、シャーシの部分とかもね、よく作られてますよね。このトレーラーの部分。これあれだ。カプラーって言うんですね。ここでね、引っ掛けて牽引するってやつね。こういうのもちゃんと作られていてですね、よろしいんじゃないでしょうか。チェックしてみてください。そして今週の最後はですね、タイヤの話ですね。J コンセプトから、スケーラータイヤ 1.91 のやつです。メガリシックっていうですね、タイヤが出ました。このメガリシックってどういう意味かっていうとですね、巨石っていう意味ですね。非常にですね、これなんか独特な特徴のあるブロックパターン、デザインのタイヤですね。これはですね、なんとなくちょっとコンペクローラー的なタイヤにも見えますし、ちょっと新しい感じですよね。あんまりスケール感のあるタイヤではないと思いますね。ただし、これは期待できんじゃないでしょうか。このパターン、しかもこのサイドオールね、ここのデザイン、パターンがですね、非常に有効な感じがします。これね、中にゴムひっくり返すと、ここの部分にね、サイドオールの部分にね、補強がしてあるんですよね。要はサイドオールの硬さ、変形を防ぐという意味でね、そういう補強もしてあったりとかですね、非常にね、優れたタイヤっぽいです。エキゾケージド RC さんがね、早速何本かね、レビュー動画をね、出してるんですが、これはね、いいというようなことを言ってましたが、まだね、レギュレーション、ソルカンのね、レギュレーションに準じてないということみたいで、今後ね、改正がされると、このタイヤ使えてね、競技シーンがまた変わるんじゃないかな、みたいな感じでしょうね。ということで、今週もね、またですね、話すと長くなっちゃいましたね。またね、来週、ちょっと今週またね、仕事がめちゃくちゃ忙しくて、投稿数減るかもしれないんですが、気長にね、お待ちいただければと思います。それでは、ありがとうございました。さようなら。